皆さんこんにちは。料理家の今井真美です。アシスタントの野島次郎です。今日はブロッコリーのマスタード焼きというものをご紹介したいと思います。はい、この毎日の新しい料理に載っているレシピなんですが、ブロッコリーにお塩とマスタードを混ぜて焼く、トースターでシンプルだけ。はい、の料理です。ただこれ覚えるとすごいいろんな味付けで、作っていただけるので、ぜひご紹介したいなと思います。まず主役はブロッコリー。私はお水につけておきます。そうするとこのカライの中からホコリとか虫とかが出てくるので、下にして水につけておきましょう。この芯のちょっと硬くなっているところを落として、でここも、食べれるんですけど今日は取ってしまいましょう。ここの部分はちょっと硬くて繊維っぽいので、葉っぱの部分は食べてもらいます。でブロッコリーの切り方ってちょっと迷うところがあると思うんですけど、確かにどっから行こうっていう、ここのねところに包丁を入れて、付け根、付け根ねからやるとバラバラにならない。よくこうやって切っちゃうとバラバラになるので、穂先がバラバラになる。でここからもうちょっとちっちゃくしたいなっていう場合は、ここの部分に切れ目を入れて、こう割ると手で裂く感じで上手にできます。確かにボラボラしてない。だいたいこの大きさぐらいに切っていきましょう。茎のところに入れて割ると。で葉っぱもカリカリになって美味しいので、ちょっとケールっぽいそうだね、そうか、似たような感じね、肉厚のね。でちょっと芯のところですね、ここの部分は厚めに皮を剥いていきます。表面のちょっと硬いところこんな風に切り落とすと、中は柔らかいんですよ結構。だから火が入りやすい。ホクホクして美味しい。ちょっと厚めに、すごい柔らかいので、厚めに切っても大丈夫です。ブロッコリーってね結構食べ方が、なんて茹でるだけとか蒸すだけとかでも美味しいんですけど、このトースターで焼くだけ、っていうのも仲間入りしてもらえればいいなと思います。茹でるイメージが強いですからね。そうね。あと最近やとね、せいろも皆さんよく使ってらっしゃるので、せいろ蒸しとかも、美味しいよね。ちょっとこれはなんておつまみチックな仕上がりに、ちょっと洒落た感じのブロッコリーの味に仕上がると思います。私あとブロッコリーのパスタとかも好きですね。それもいいですね。今それはじゃあ耐熱のお皿ということで。そうですね。耐熱皿に、グラタン皿とかを使ってもらえればいいですね。こんな感じです。ではブロッコリーをこんな風に切り分けました。そしたらですね、今回このブロッコリー 250g です。ちっちゃいのだったら1個分ぐらいかな。で、大きいのだと2分の1個ぐらいの分量です。で、250g に対して塩 2g 入れます。で、粒マスタード。これ結構味の要です。で、粒マスタードを大さじ2入れます。結構入れるでしょ？焼く前に入れるんだ。で、粒マスタード結構余ってるよっていう方もいらっしゃるかもしれない。気づいたらソーセージを食べて以来使わなかった。粒マスタード。冷蔵庫の奥でって。私めっちゃ使うんですけどね。いろいろやってるから。粒マスタード好きなんですよ。だからこれチューブですごい便利で、成城石井で買ってるんですけど、このチューブの粒マスタード便利です。これに大さじ2の
粒マスタード結構ね、多い結構多い。うん。で、ここでオリーブオイル大さじ1うん。かけます。もうこれも適当で大丈夫です。うん。多くかけても美味しいし、はいはい。少ないよりは多い方がいいです。はい。っていうのが、このオイルがすごいこのブロッコリーを香ばしくカリッと仕上げるので、大さじ1入れたんですけど、もっとおつまみっぽく、食べたい人は大さじ2ぐらいまで増やしても大丈夫です。で、ここにニンニクのすりおろし入れてもらってもいいですし、あとはマスタードと蜂蜜って合うじゃないですか。うん、ありますね。ハニーマスタードっていうぐらいだから。そう。だから、お醤油とマスタードと蜂蜜をあえてもすごい美味しい。お醤油ね。はい。そう。はい。こんな感じで。まんべんなく和えました。まんべんなく和えることができたら、今度は熱を入れるので、はい。均等に広げます。まあ今もこんな感じで。あ、重ならないようにね。そうね、はい。薄く広げると。広げています。はい。これでトースターでもうすぐに焼いていきましょう。はい。これが5分後です。はい。これで全てを裏返して、もう5分焼きましょう。焼く温度は、お餅のトースターの一番高い温度で大丈夫です。で、今5分焼いたらちょっとこんがりした感じか。そうね。はいはいはい。で、色が鮮やかになったでしょ？うん、確かに。ゆっくりと裏返して、もう一回5分。はい、もう5分焼きます。で、だいたいオーブンとかだったら目安は250度とかそのぐらいかな。はい。結構だから高温でしっかり焼いちゃうって感じ、ね。そうですね。でこの房の部分が結構こんがり、サクサクになるようなイメージで、葉っぱのしっかりこんがりと焼いてあげたいですね。はい。はい、こんな感じです。ではもう5分焼きましょう。はーい。これがさらに5分焼いた完成です。よく焼けてる。あっという間でしょ。待ってただけだった。そうね。これで完成です。じゃあ早速いただきましょう。いただきます。いただきます。すっごい美味しいよね。なんやろう、このちょっと私新発見なんですけど、粒マスタードとオリーブオイルだけで、ソーセージ食べてるような満足感のある香りがするよね。なんか粒マスタードが焼けたことで、何かソーセージに近づくのかな。そうかも。なんかわかんないけど。なんかソーセージ不在なのに、いるような気がするぐらい旨味がたっぷりで、なんか要素があるんだろうね。ある。ここに。でブロッコリーがさ、油を含んで、なおかつザクザク食感になるじゃない、それがなんか満足度が高いというか、野菜だけじゃない。いや、この穂先のなんか香ばしさっていうか、それがちょっと確かにそのソーセージ感を少し演出してしまったというか、いないソーセージのことをずっと語ってしまう。いないでね、いるんじゃないかと思わせる。そう、いや本当ブロッコリー一つだけがものすごいごちそうになるんですよね。でこれ何がいいっておもてなしの時にいいんですよ。もうこのお皿の中で混ぜて、焼いて、で裏返してもう一回焼くだけなので、本当に合間合間でその間にいろんなまた別の料理ができるし、で食べた時にすごい美味しいし、おすすめの、数も取りやすいし、そうみんなで食べるにはちょうどいい。で冷めても美味しいので、ちょっと余ってもお弁当の隅とかに入れて、色も綺麗なので、よくブロッコリー茹ですぎちゃって柔らかくなっちゃったとかあるけど、これは本当間違いのない美味しさで、コリコリ食感がおすすめです。私実はブロッコリーが苦手なんですよ。
なんか聞いたことあります。もともとそう言われてみれば思い出した。はい。そう、もともと苦手で、どうやったら美味しく食べれるかなっていうのをずっと考えていて、もう今はね、そんなすっかりやれたい、好きなんですけど、これはなんかその時代にできたお料理です。はい。なのでちょっと苦手な人にもぜひチャレンジしてもらえれば嬉しいなって思います。はい。レシピの詳細は概要欄をご覧ください。この動画がいいなと思ったら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。また次回お会いしましょう。